皆さんこんにちは。キューベインサイトラブのキューベイです。今日は3月15日日曜日で、緊急配信です。昨日土曜日、前後しているラガルド総裁の辞任について動画をアップしましたけども、今回も緊急配信ということになります。イラン戦争絡みです。今回のそのイラン戦争については過去4回、緊急配信をしています。通常は土曜日の朝というのが、通常なんですけども、緊急ということで、それに関係なくですね、配信をしています。今まで4回配信してるんですけども、ざっとおさらいをすると、ボリューム95、3月3日の最初のですね、配信、緊急配信、キューベイから見たイラン戦争。で、これはですね、もうこの時点で米国の敗戦を予想しています。もうそれが今現実になってきているということですね。それの最大の理由はですね、大義がないということもありますけども、継戦能力ですね。キューベイがウクライナ戦争でも重視していた、継戦能力がアメリカにはないというのが、大きな理由です。それからその2日後、ボリューム96で3月5日に、また続キューベイから見たイラン戦争を配信しています。ここではですね、アメリカが投入している最新兵器、いくつかあるんですけども、これの脆弱性を指摘しています。例えばですね、ステルス爆撃機とかステルス戦闘機を、それを投入しているんですけども、それに対してですね、空中給油機、これはそのステルス性がないので、それを狙えばですね、無力化できるというようなことも、解説をしました。で、これ実際にですね、昨日かな、ラリー・ジョンソンかなんかの、YouTube を見ていたら、それが現実になったみたいですね。KC-135 という、ボーイング707の改造機なんで、もう40年ぐらい前に、作られた空中給油機ですけども、それが2機飛行している中で1機が墜落、撃墜されたということらしいですね。これ1機で大体、戦闘機5機分ぐらいの、給油能力があるんですけども、それがすでに、予想した通りになったと。それで、空母リンカーンも、今700キロぐらいの沖合に、下がってですね、待機をしているという状態らしいです。700キロっていうと、東京からどれぐらいですかね、岡山ぐらいまで、後方に下がってるっていう感じなんでしょうかね。実際には近づくことができなくて、その空母リンカーンも打撃を受けたというようなことを、ラリー・ジョンソンは、話してましたね。それだと空母フォードの方ですけども、これはイスラエルの、ハイファ港の沖合にいるんだと思うんですけども、これもですね、補給船舶を、利用しないと補給できないんですね。で、これも、脆弱性があります。なので、その最新兵器の、脆弱性、例えば、パトリオットも生産能力ありませんし、その早期警戒システムの、レーダーがやられているので、サードミサイルを、発射するといっても、これも弾数少ないですし、その早期警戒レーダーが破壊されている状態の中では、最初に撃った時にどこら辺から飛んでくるかっていう最初の、その状況がわからないんで、90秒とか60秒ぐらい前に、慌ててその迎撃ミサイルを、撃たないといけないと。で、それがいっぺんにその何十発もですね、ミサイルが飛んでくるような飽和攻撃だと、60秒から90秒ですから、要するにカップラーメンを、温めてる半分の時間でそれだけを、全部撃墜しないといけないということになるので、無理ですよね。そういうような、状態に今アメリカの、兵器の状態はなっているということですね。これも、その時に3月5日に指摘していたんですけども、最近の、情勢でいうと、昨日の夜だったかな、ラリー・ジョンソンが、そういうことをの事実があったということを言ってたんですけど、その通りになった感じです。それから3月7日に、緊急配信したのは、これの実態ですね。イラン戦争恐ろしすぎる終末の未来ということで、宗教戦争の実態。これはキリスト教福音派の、狂信的な、
信者というかですね、それがホワイトハウスの中に信仰室っていうのを置いていると。それからシオニストとの、思惑が一致したと。これトランプさんは、そこに、その引き込まれたという形になるんですかね。それから3月13日、おとといですけども、3月の18日から高市首相が訪米をすると。で、19日にトランプさんと会談をするということで、最初はこれ行かない方がいいなんていうことも、言ったんですけども、そういうわけにもいかないでしょうから、どういう話をして、その仲介役を買って出るかと。これはトランプさんがもうその中間選挙を勝てないというのも確実だと思います。で、それで、そうなると弾劾をされるという可能性も、十分あるんですね。その中でそのトランプさんの無理な要求を受けてくるんではなくて、逆にそのトランプさんの立場になってですね、親身にその接して、その仲介役を果たすということと、それからトランプさんの優待ですね、それをこう、示唆していくということの内容で、これ高市さんの、ホームページの、メッセージ欄にも、言ったの、これ貼ってあるのでご覧になったかどうか分かりませんけども、そういう内容です。で、今回はですね、そのトランプさんの話とか、イランの話の直接ではないんですけども、アメリカがその、今回のイラン戦争に敗退した場合、敗退すると私は思ってるんですけども、敗戦した場合に、急速に浮上してくるのが中国リスクなんですね。で、それについての、ちょっと解説をしたいと思います。最初に一番のタイトルにあるように、イラン戦争、米国敗退後に浮上する中国リスクです。アメリカが敗退をするということになった場合に、当然その中国の、勢力が上がってくるということになるんですけれども、3つ考えられると思うんですね。一つは台湾侵攻を実施する。もしくはハイブリッド戦を仕掛けてくる。もしくは、中国共産党の中で崩壊をする。こういう3つぐらいのシナリオが考えられるんですけども、その今までその中国が抱えていた、軍の中での慎重論。これは軍部の幹部を、どんどん更迭していったというその背景は、軍の中に慎重論があったからなんですね。それから、経済疲弊による、暴動リスク。今、中国の経済というのは、3つのエンジンのうちの不動産がダメ、輸出がダメ、それから、内需はそれに関連してダメになっているということで、経済疲弊しているわけですね。その失業率も高い。で、その中で暴動リスクがあるということで、軍が慎重で、台湾侵攻なんかしたくないと。戦争なんか行きたくないと。それから経済疲弊による暴動リスク。この2つが抑止力だったわけですけども、2026年には逆にこれが侵攻のトリガーに反転する可能性も出てきたということですね。で、これ3月の12日まで全人代が行われていたわけですけども、その中の、ちょっと注目ポイントを3つ、ピックアップするとですね、平和統一、平和的なその統一、台湾との接し方からですね、断固推進へというふうに表現が変更になっています。それに関連して、成長目標の、引き下げて、4.5% から 5% ぐらいの成長目標に、しているんですけども、一方で国防予算は前年比 7% 増ということで、2兆元弱ですね、1.94 兆元の国防予算になっています。それで、台湾への表現の変化、従来の平和統一からですね、祖国統一を断固として推進するというふうに変わっています。それとあともう一つは新領域、新品質の戦闘力ということで、AI であるとか、サイバーであるとか、宇宙であるとか、そういう新領域でのですね、戦闘能力を強調している。で、相手をですね、内部から崩壊させるという能力に投資をしていくということになっています。二つ目はですね、ハイブリッド戦のシナリオなんですね。これ例えば、どういうことかというとですね、台湾上陸前に、送電網をですね、シャットダウンさせる。台湾の中のですね、とかですね、あと海警局によって、その海上封鎖をするんですけども、堂々と海上封鎖すると国際問題になるので、権益という名目であるというような、名目で、海上封鎖に、踏み切るというかですね、それを行うということですね。で、一方でですね、内政のジレンマがあるわけです。
先ほど言ったように、その軍の慎重論とかですね、特にその経済疲弊が大きいんですけども、この国民の不満を、外敵へ転嫁する独裁者の論理が働くということに、なるわけですね。もうチャンスは今しかないというように、これはトランプ、それからネタニヤフがですね、第三神殿を建設するにはチャンスは今しかないというふうに、踏み切ったのと同じようにですね、この台湾侵攻を習近平が今しかチャンスがないというふうに考える、可能性は非常に高いということになります。しかしながらですね、この習近平に対しては、共産党幹部の中でも、習近平おろしを画策しているということがあるので、逆にこれがトリガーとなって、習近平おろしが、行われるという可能性もあります。これはどっちが強いかということはちょっと今確率は置けませんけども、両方のそのシナリオが考えられるということですね。それで、2番目はですね、高市政権の試練なんですけども、ここに支持層の分断と自主独立への道というタイトルにしています。衆議院選挙で大勝してですね、衆議院で3分の2を、取った高市さんですけども、これについてですね、今分断がちょっと進んでいるかなということですね。で、最初はどういうことがあるかというと、保守層からの批判なんですね。これは水島聡さんとかですね、参政党などが、NTT 法見直しとか、WHO 条約をめぐって、排米保守だと、グローバリストだと、猛批判を今展開しています。その YouTube を見ていてですね、ちょっと私はもうすごく嫌な気持ちになってるんですね。例えばその純粋に独立をしてということは、その真の、独立を果たすということは、非常に大事で、そういった意味で言うと、水島さんとか参政党が言ってることと、共通の思いがあるんですけども、例えば参政党はですね、どうも見てると、なんか自分たちの政策がすごいと。で、それを聞かないその高市政権は、賛成できないと。政党だからそういうふうに思うのかもしれないんですけども、なんかちょっとね、心が狭い感じがするんですよ。その神谷さんは、梅村みずほさんの問題ぐらいからちょっとそう思ってるんですけども、で、国民会議でしたっけ、国民会議に招待されないとかっていうところも含めて、すごくその対立すると、自分を招待してくれないんだったら対立するみたいなですね。それというのは本当に国のことを考えているのかなということで、私は疑問に思ってるんですね。一般の人でもそういうふうに思ってる人多いかもしれないです。私が知っている中でも、参政党にいたけども、なんか見てると嫌になったと。なんだったっけな、ちょっと名前忘れましたけど、原さんかな、公益資本主義の、なんかセミナーを聞かされたとかですね、聞かされたというか、そういうことをやってて、本質的ななんかディスカッションが中でできないみたいなことを言ってた人もいますね。そういった意味で、グローバリストとの、戦いっていうのは重要なんですけど、今、現実を考えると、もうそういう局面は、ちょっとテーマがもう違ってきたんじゃないかなというふうに私は思うんですね。水島聡さんの、言ってることも、理解はできるんですけども、結局その、なんていうのかな、批評家というか、そういう批判をするだけで、なんか具体的な、こういうふうにしたらいいんじゃないかみたいな提案というのが一切ないということですね。評論家なんでしょうね。私はですね、やはり、2兆円以上、3兆円近いですね、お金を運用していた機関投資家として、やはりその将来を予想して実際に行動してですね、結果を出すっていうことをもう何十年もやってきてたので、その評論家的なものっていうのをずっと聞いてると、参考にはなるんですけども、ちょっと嫌な感じがするんですね。保守派の人たちの、例えば、及川さんでしたっけ、及川さんとか、その参政党の中でも、証券関係の、議員の方がいますけども、要するに外資系証券出身の人っていうのは、本国の本社から、これを販売しろと、言われて、
やるだけなんですね。なので、例えば自分で、実際に投資をしてですね、投資をするということはもう結果がもうすぐ、事実として出てきますから、そういうその、なんだろう、予想ということに対してあまり真剣ではないというか、そういう経験がないんだと思うんですね。なので、それを別に非難するつもりはないんですけども、こういうふうにしたら解決できるんじゃないかという仮説を作るとか、意見を言うとかですね、建設的な意見を言うとか、そういったものが一切ないんですよね。なので、ちょっとこの保守層という言ってる、YouTube、もしくは政党もですね、そこら辺をちゃんと考えた方がいいんじゃないかなという、気がするんです。そういう中で、保守層から批判を受けていると。私は、前にもちょっと言いましたけども、やはりその日本の問題は、政権が短期で短命政権なんですね。で、長期政権にならないと、官僚をコントロールできないわけです。なので、せっかくその、総選挙で高市政権を選んだのだから、その修正すべきところは建設的な、意見を出して修正させてですね、で、それで、長期政権を、作って、官僚を正しくコントロールできるようにしないと、日本は、決して良くならないと、いうふうに思ってるんですね。そういった面で言うと、この保守層からの批判ということに対して、私は、批判をしたいと思っています。それからですね、認知戦、これ中国の認知戦への対抗なんですけども、中国が仕掛ける、アメリカはもう日本を見捨てたというデマに対してですね、高市首相は直接国民に語りかける、なんか YouTube でもいいですけども、そういう動画チャンネルでもいいですけれども、そういうものを解説してですね、直接、本音で国民に語りかけるという、これが何になるかというと、その認知戦への攻撃に対して情報の盾になるわけですね。そういったものを構築する必要があると。で、例えば自主独立への具体策、いくつもあるんですけども、ここでは7項目出しています。まず軍備ですけども、アメリカ製の兵器、FMS からですね、国産であるとか、ヨーロッパと共同開発とかですね、そういったものにシフトしていくと。アメリカ製の兵器は何かというと、その兵器の性能が優秀かどうかだけではなくてですね、実際にそれを実行するボタンの操作が、アメリカ側に握られてしまうというようなこともあるわけですね。なので国産とか、欧州共同開発にシフトしていくということが、必要なのかなというふうに思います。それから2番目はですね、アメリカの国家、保障戦略 NSS2025 を、そのまま活用してですね、核シェアリングを、アメリカに認めさせてというよりも、私はアメリカから日本に核シェアリングの話は持ち込まれると思いますけども、この核シェアリングで、牽制をするということが、2つ目です。3番目はですね、機能的、技術的な連携ということの特化ですね。これはハードを作っている分には、特に大きな問題ではないので、オーカスとかイタリアと、この技術的連携への特化ですね。前にも言っているように、例えばレールガンだとか、そういったその日本独自のものっていうのは、連携する必要はないです。それは日本の隠し玉として取っておけばいいんですけども、それ以外ということですね。それから2番目としてはですね、国防対策なんですけども、2026年に新設される予定の防災庁なんですけれども、この防災庁については、戦時体制化ということも、含めて考える必要が今この局面の中では出てきているということですね。3番目はその経済安全保障の話で、これ非常に重要なんですけども、デジタル円の孤立を防止するということですね。それでその中国デジタル人民元というのがあるんですけども、これの包囲網に対する対策ということになります。M ブリッジという中国デジタル人民元包囲網ですね。M ブリッジ。で、これは、結構な今規模になってきてるんですよ。6兆円 ?7 兆円ちょっと忘れましたけども、それぐらいの規模に、なってきてるんですね。このまま放置しておくとですね、この中国デジタル人民元の M ブリッジを返さないと貿易決済ができないとかですね、下手すれば、そんな話になってきてしまうということですね。で、日本は、
どういうふうにしているかというと、一つはですね、デジタル円を、やろうとしています。で、これは一般国民が使うようなリテールは後回しにして、ホールセール特化ですね。要するに企業とか、政府が使うその用途、ホールセール用途特化で、トークン化をすると。で、こういうふうに進んではいるんですけども、前回のところで、高市さんへの、提言の中で、言ってるんですけども、日銀法と通貨法を改正してですね、日本の主権の回復をする必要があるということで、デジタル円を作ったはいいけれども、今の日本円の紙幣みたいにですね、50% 以上、外国勢が株主として入るみたいなものは本当の主権にならないので、主権の回復のためにもですね、日銀法と通貨法第5条かな、第5条2項、これは改正する必要があると思います。これは、前回の動画を聞いていただければ、内容がわかります。それから2番目はですね、民主主義的、金融インフラですね。これはプロジェクトアゴラというのがあってですね、これは7つの中央銀行、アメリカのニューヨーク、イギリス、フランス、日本、韓国、メキシコ、スイスですかね。この7カ国の中央銀行と、その各国の法域の民間金融機関が、民主主義的な金融インフラを作ろうということで、これデジタル通貨ですね、プロジェクトアゴラというものをやってるんですけども、そこに入っていくということも、必要です。ただ、さっき、何回も繰り返して言いますけども、主権回復のために日銀法と通貨法を改正した後に入っていくということですね。それから4番目は多極化外交。で、これ、非常に大きいんですけども、ロシアとの国交回復と経済軍事の安保協定。で、これはですね、その前回の高市さんへの提言の中でも、ちょっと触れて、ロシアが主となって、日本がサブとなって、アメリカとイランの間を仲介しましょうという話をしているんですね。で、その中ともちょっと関連します。で、もともとはですね、2024年に、私、キューベイが提唱した、日米露三国同盟の話があります。で、これは、2024年の、秋ぐらいの動画を見ていただければ、これについて、3回ぐらいにわたって、解説をしています。で、2025年の、去年の、その12月以降ですね、今年に入ってから動画を上げていますけど、コア5による中国包囲網ですね。これは、日本とアメリカとロシアとインドで、この5番目の中国を包囲するということの内容なんですけども、それにも、関連しています。で、そのためにはですね、やはりロシアとの国交回復で、これで、その中国を、牽制する、ロシアと日本が、連携してですね、中国の暴走を、牽制するということですね。それとロシアとの国交回復で、経済軍事の安保協定が、締結されれば、サハリン沖の、油田の開発で、日本のその、エネルギー問題の解消にもなるということです。で、2番目はですね、外国の連携、準同盟国を、どんどん作っていきましょうということなんですけども、前置きにあるように、ディープステートに汚染されないという前提で、外国連携と準同盟、もしくはソブリンアライアンスですね。これは、イギリスでも別に構いませんし、イタリア、ポーランドでもいいと思います。ディープステートに汚染されないという前提で、連携していくのであれば、それは大事ですね。それから5番目はですね、日本独自のインテリジェンス機関、日本版 CIA の創設ですね。で、工作が口述。これは日本独自のインテリジェンス機関が必要だっていう意見は、保守の中からも、スパイ防止法と絡めて、出てるんですけども、じゃあ実際どういうことをするのかっていうのが、あんまりないので、ちょっとこの後話をしたいと思います。それから華僑のネットワークもですね、これもちょっとまとめて、次で話をしたいと思います。3番目はですね、世界恐慌シナリオですね。
それと要塞日本の構築ということで、今回のテーマはですね、アメリカがそのイラン戦争で負けた場合に、中国が、日本じゃない、台湾を侵攻する、台湾有事の可能性の確率が、高まっていますということなんですね。それと同時にですね、このイラン戦争が、仮に3ヶ月以上長期化をするようなことになると、世界恐慌のシナリオにだんだんこうなってくるわけです。で、その世界恐慌のシナリオになったときに、世界中がどういうふうになるかということがあるんですけども、その時に、日本を要塞化する、その世界恐慌の、インパクトをですね、最大限和らげるために、何をしたらいいかということにも関連していきます。で、そんな中でですね、仮に世界恐慌が起きた場合、これ起きる可能性がかなり高いと思うんですけども、最もですね、回復力が高い、要するにレジリエンスが高いのはロシアなんですね。で、これはロシアは自給自足できる国だからです。で、最もそのレジリエンスが低いというか、脆弱なのはですね、中国で、これはその経済の膨張を前提として成り立っているので、膨張を前提とした中国っていうのは、最も脆弱であるというふうに言えると思います。その中でですね、先ほどのインテリジェンス機関に、話がこう出てくるんですけども、諜報よりも工作、この膨張を前提とした中国というのが世界恐慌に、直面した場合にどうなるかというと、2つに1つなんですよ。完全にその中国の共産党体制が崩壊するか、または、中国共産党が外敵を作ってですね、外に打って出るような、暴挙に出るかっていう2つに1つなんですね。で、これどっちかはわからないです。それで、勝手に崩壊してくれるんだったら構わないんですけども、外に打って出ようということになったときにですね、日本はとても危険な状態に陥るわけですね。で、そこで必要なのが、日本版インテリジェンス機関なんです。で、これはその諜報活動よりもですね、工作活動の方が、重要なんですね。で、そのために、これは旧米の提案ですけども、華僑のネットワークを活用しましょうということなんですね。で、この華僑っていうのは、じゃあどこかっていうと、その東南アジアに多いんですね。例えばシンガポールもそうですし、それからマレーシアもそうですし、タイもそうですし、インドネシアもそうですし、華僑ネットワークっていうのは、例えば東南アジアの、人口の、本当数%ぐらいかもしれませんけども、もしくは数十%ぐらいかもしれませんけども、経済力でいうともう8割、9割型華僑のネットワークなんですね。で、この人たちっていうのは、だいたい100年前とか200年前に、その中国の、今でいう福建省とか、広東省とか、南の方からですね、インドシナ半島に渡っていった人たちになるわけです。なので、もともと福建とか、広東省とか、南の方はですね、北の北京のことは、あまり好きじゃないんですね。そういうような人たちなわけです。で、例えば、この華僑の人たちっていうのは、有名なところで言うと、タイの、CP ですね、チュロンポカパンとかですね。チュロンポカパンは、今仲いい日本の企業はセブン&アイ・ホールディングスですかね。大抵セブン&アイ・ホールディングスのフランチャイズを展開していますし、独自に、スーパーマーケットを、持っていますし、もともとはその、鶏肉のビジネスから始まったんですけども、今はもう、2代目の、息子たちがいろんなことをやってますね。特にその、なんつったっけ、トゥルーフォンって言ったかな。トゥルーフォンみたいな、その携帯電話ネットワークを始めたんですね。これが何年ぐらい前だろう。7、8年ぐらい前だったと思いますけども、その頃は、そのセルラーフォンの、ネットワークを始めたんですけども、これがもう今 AI とくっついてですね、非常に大きな、ナンバーワンのシェアの、デバイスのネットワークになってるわけですね。そういうような例もあります。で、これはその、チュランポカパンだけではなくてですね、他にもいっぱい財閥があるわけです。
あと、例えば銀行の、UOB っていうのはユナイテッドオーバーシーズバンクかな。シンガポールの、三大銀行のうちの一つなんですけども、こういったところも、華僑ネットワークに、ベンチャーファンドを作って、投資をしています。私もですね、十何年か前に、この UOB のベンチャーファンドの、そのボードメンバーに、言われてなってですね、2、3年間ぐらいかな、ボードメンバーとして、こういうところに、こういう企業に、投資をするみたいなことの意見を、求められてですね、それは日本は関係なくて、東南アジアだけの話だったんですけども、そういうことも、やっているところですね。で、いずれにしても、こういう華僑のネットワークというのは、基本的には、中国共産党べったりでは全然ないわけです。それで中国共産党、例えば習近平であっても、この華僑ネットワークっていうのは、全く無視することができないというかですね、頭が上がらないぐらいの、存在なんですね。で、中国の中で物を作っても、最終的に消費されるのは、こういう華僑ネットワークがある東南アジア市場になるわけです。なので、その製造業の最終製品の消費地でもあるし、お金もいっぱい持ってるし、ということになるわけですね。で、この華僑のネットワークは、例えば日本のことを、非常に評価しています。例えば、前に昨年の YouTube でもアップしましたけども、高市首相が、緊急事態発言をしたときに、その中国の大使館が、首を取っているみたいなことになってですね、大騒ぎになった時期がありましたけども、そこに対して、その高市首相は、よく言ったと。それで応援しますっていう、メッセージをくれたのが、シンガポールの首相の、若い、新しい首相ですよね。シンガポールの首相の3代目ですかね。初代は、リー・クワンユーという、建国の父で、2代目はリー・シェンロンという、リー・クワンユーさんの、息子さん。で、3代目がその、リー家ではないですけども、新しい首相ですね。で、その方は、高市さんが、その存立危機事態発言の問題になったときに、よくぞ言ったということで支持をしてくれたわけですね。で、そういうような、日本に対して、フレンドリーな、ネットワークになっているわけです。で、この華僑のネットワークにとってみれば、中国共産党に対して、つかず離れずみたいな、だけど、その中国共産党の支配に入りたくない。で、そこでビジネスはするけども、ということになるわけですね。で、彼らが、例えばこの中国人民元のデジタル通貨に対して反対意見を持っているというか、反感を持っているわけです。で、それを使うことによって、共産党が全部その情報を吸い上げて監視するわけですね。なので、そういう監視下に置かれるデジタル人民元は使いたくない。なので、どこか別の場所に自分たちの資産だとか、そういったものを避難させたいという、意味合いがあるわけです。で、これ例えば、今年の正月の動画でユーロクリアの問題のことを話しましたけど、そのプーチンの、凍結資産を、EU がですね、その使い込んで、ユーロクリアに、使い込むから、それを金を出せと言ってですね、大問題になった事件があるんですけども、だけど、それと同じようなことで、じゃあ、ユーロに持っていって、じゃあ資産が保全されるかということになるわけです。で、日本の場合はですね、信託銀行があって、これ、信託銀行法は、世界で一番その、資産の保全がしやすいんですね。で、こういうようなものがあるので、このデジタル円は、要するに中国の人民元のように監視をするわけではありませんと、プライバシーは完全に守りますという立て付けで、それでデジタル人民元の監視網の外側で、資産を退避する先が必要でしょうと。で、そのためにデジタル円の、秘密口座を、提供します。で、これも工作になるわけですね。これデジタルアサイラム、避難所という言い方をしますけども、デジタル円工作です。日本政府は特定の華僑ネットワークを通じて、オフショア経由で、デジタル円の秘密口座を提供して、デジタル人民元の監視網の外側での資産の退避先を提供する。で、これは、華僑ネットワークにとってみれば大喜びになるわけですね。
で、もう一つその問題は、仮にそういうようなことを、やったときに、人質に取られているケースがあるわけですね。完全にその華僑がもう東南アジアに引っ越しちゃっていれば、引っ越しちゃってっていうか、一族老頭、もうその中国から、出ていれば関係ないんですけど、先ほど言ったように福建省だとか、そういったところ出身の、華僑っていうのはですね、例えば何十年もしくは100年近く経っても、一族が、現地に残っていることがあるわけですね。で、そうなると、共産党が、家族一族を人質に取るということを恐れるわけです。なので、ここでは桜サンクチュアリーというふうに勝手に名前つけてますけども、それらの華僑の家族を保護して、日本に移住することを、推進するということですね。で、これはその、今、移民反対運動がありますけれども、ちょっとその枠組みとは別にですね、非常にこれ特殊な例なので、その移住を認めるというか、日本国内の居住地をですね、これ伏せたまま保護をするということになると思います。そういったものが必要なんじゃないかなということですね。それから逆にですね、このインテリジェンス機関の工作としては、中国の共産党の在日資産ですね。これ中国の共産党の幹部というのはですね、結構その自分が、着服したというか、儲けたお金を、海外に持ってってるわけですね。アメリカに持ってったり、カナダに持ってったり、それから、日本も安全な、場所だということで、日本に持ってったり。で、こういったものを、在日資産を凍結することができる。こういったことが必要だと思います。で、これはキューベ前にも話したことがあるんですけども、日本のその、例えば銀行とかにお金を預けるその口座開設をするときに必ず、反社会的勢力ではありませんという、宣誓をするわけですよね。で、これに対してですね、反社会的勢力っていうのは、最初は、暴対法といって暴力団対策から始まったんですけども、そのうちテロ資金も、その範囲に入ってきてですね、で、それから、こういうその、中国共産党のような敵対国の、好ましからざる資産というものは、反社会的勢力というふうに、解釈をすることができると思います。で、そういったものを、凍結することができるというふうに、するということですね。で、こうなると、やはり、これだけでその中国の暴走を抑えることができるかというと、完全ではないと思いますけれども、ただこの華僑ネットワークを活用するとか、中国共産党の在日資産の凍結をするとか、こういった工作っていうのは非常に有効な手だと思います。それから、もう一つはですね、日本も自給自足できないといけないということで、これも今年に入って、言ってるんですけども、2月、1月ぐらいの、動画だったかな。フィジカル AI 農業で、50万台から60万台の AI 農業ロボットを投入すればですね、計算上は、食料自給率100% に持っていくことができるんですね。で、それでじゃあ50万台、60万台というのがどれぐらいお金がかかるかというと、予算規模だいたい4兆円から6.6兆円ぐらい。なので大体5兆円ぐらいの規模なんです。これはその、設備投資なので、建設国債を、使って、政府が作らせてもいいと思いますし、これは、その、大体10年とか20年とか、その、使える、フィジカル AI ロボットということになると思います。で、これはですね、キューベイの動画の、ボリューム85ですね、フィジカル AI 旧国論というのを、動画アップしています。1月ぐらいの話だったと思いますけども、それの、後半の方でですね、これの、試算についてですね、詳細に、説明をしていますので、ご覧いただければというふうに思います。で、いずれにしてもですね、中国、今回のそのイラン戦争が、アメリカが負けた場合に、中国は、台湾侵攻するリスクっていうのは、高まってくると。で、さらに、そのイラン戦争が長期化をした場合は、世界恐慌が、起きるということに、なり得るんですけども、その時もですね、その中国が最も脆弱なんですね。世界恐慌が起きた場合は。で、この時に、
中国がおとなしくなってくれるか、もしくは、自暴自棄というかですね、かえって先鋭化して、その台湾侵攻を進めていくかということについては、これはちょっと一か八か的な感じで、どっちが確率が高いとも言えないわけです。だけど、いずれにしても、その逆に台湾侵攻を、ね、先鋭化するということも十分考えられるわけですね。で、その時にですね、やはり、日本が、やるべきことっていうのは、今回、言うような、書いたような、お話ししたようなことになるんですけども、すでに高市政権が、それに向かってやり始めているものもあります。で、例えば華僑ネットワークの活用みたいにですね、そんなことを、言っていないものもありますし、このフィジカル AI ロボットの話も、全然出てきていませんけども、こういったその提案というのが必要だと思います。保守ということを、考えて、その真の独立とですね、日本の真の独立と、日本の国土とか日本人の生命とか財産の、その安全ということを考える、保守派の、その評論家の人とか、もしくは政党であればですね、あんまりその細かい、くだらない、その自分たちのプライドとかどうでもいいですから、そんなものは国民は興味ないので、もっと実効性のある、作戦をですね、提案を、どんどんしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。そんなことをちょっと考えて、今回は動画をアップさせていただきました。キューベイでした。